んにちは。ずんだもんなのだ。ついにアークオブカロンのアーリーアクセスが解禁されたのだ。ずっと楽しみにしていたから嬉しいのだ。今回からはアーリーアクセス版の実況をしていこうと思うのだ。目標はクリアするまでだけど、僕はデモ版もクリアするのに苦労したから、一発でクリアできるとは限らないのだ。もし全滅してしまったら、それはその時考えるのだ。まだ購入していない人もいるかもしれないから、デモ版との違いとかも説明できたらいいなと思っているのだ。まだどうなるかわからないけど、とりあえず始めるのだ。まずは世界樹の名前を決めるよ。大木戸、これにするのだ。おお、一番左が選べるようになっているのだ。左のは嵐が来ないから、思う存分備えてから次に進めるモードだね。右のはまだ選べないのだね。きっと製品版で選べるようになるんだろうか。それも楽しみなのだ。デモ版と同じモードだけど、今回も真ん中を遊んでいくよ。なんかムービーが始まったのだ。すごいのだ。僕はこのまま見たいけど、飛ばしたい人はチャプターで飛ばしてほしいのだ。意外と現代。これがナイキちゃんなのだ。使い魔たちなのだ。かわいいのだ。ナイキちゃんなのだ。おお、ムービーめっちゃ良かったのだ。なになに、僕が管理者となって苗木ちゃんを苗床まで導くのだね。任せてほしいのだ。さて、この3人が使い魔だね。使い魔に指示を出してうまく苗木ちゃんを導くのだ。使い魔にはこうやって得意な作業の個性があるから、個性をうまく活かせるように指示を出すのだ。右側にチュートリアルが出るから、今回は見ながら進めてみるよ。でも版と何か違うかもだからね。わあ、すごいのだ。ムービー付きなのだ。わかりやすくなってるのだ。画面下のメニューから使い魔に指示を与えるのだね。こっちは操作方法なのだ。この辺とか知らなかったのだ。参考にしてみるのだ。今度は使い魔がどれくらい動けるか教えてくれてるのだ。親切なのだ。さっき WASD でカメラ移動とあったけど、デモ版の時はリュンリュンだったのだ。試してみるのだ。ちょっとはでもまだリュンリュンなのだ。それでは指示を出していくよ。備蓄ゾーンを決めて、農業ゾーンも決めていくよ。自然の作物が生えていないところにするのだ。本当はリンゴを植えたいけど、テクノロジーポイントの開放までに時間がかかりそうだから、こっち側はレタスを植えるよ。反対側にはトマトを植えるのだ。そしたら今度は野生の作物の下にも農業ゾーンを設定するよ。こうすることで作物が 100% 育った時に
使い魔が自動で収穫してくれるのだ。詳しくはデモ版のシリーズを見てほしいのだ。次に優先順位の設定。おお、どの子が何が得意かこの画面だけでわかるようになっているのだ。これは紙アップデなのだ。噂では使い魔に名前も付けられるらしいのだ。使い魔を選択すると名付けボタンが出てきたのだ。名前は思い浮かばないからわかりやすくソウル名にしたのだ。優先順位は全員納涼にしたよ。さあ働いてもらうのだ。結晶化した血の見た目がまがまがしくなってるのだ。スキンも変わってより見やすくなった気がするのだ。みんなが畑仕事の間に僕は拠点の設計図を考えるのだ。と言ってもデモ版で考えたのとほとんど同じなのだ。ってことでいつも通りお部屋以外はキャンセルしてお部屋を優先的に作ってもらうよ。新しいチュートリアルが来たから見てみるのだ。備蓄ゾーンについてと照明についてなのだ。使い魔は明るいところで移動速度が上がるんだけど、こうやって動画で実際にどのくらい違うのか見せてくれるととてもわかりやすいのだ。そしたらあらかた農作業も終わったので虫の子以外は採掘作業に回ってもらうのだ。並行して進めてもらっていたお部屋も出来上がったのだ。お部屋が出来上がったら作業設備を配置していくよ。作業設備はお部屋の中にしか設置できないのだ。作業台ができたと同時にチュートリアルが進んだから見てみるのだ。移動中に敵が来るから武器を作ろうというのと製造設備の使い方だね。マスは製造設備をクリックして出てきたメニューから製造ラインを選んで設定するのだ。まずは武器の弾薬となるバリスタボルトを作ってもらうよ。いろんな指示の方法が選べるけど最低30個の在庫を維持するよう指示を出したのだ。このプラス10とかのボタンデモ版の時にはなかったのだ。使いやすくなって嬉しいのだ。テクノロジーポイントがたまったのだ。テクノロジーポイントがたまると新しい技術が開放できるようになるのだ。ちょっと見てみるのだ。ポテト、これも新しいのだ。料理には焼きポテトがあるけど農業にお芋がないということはフィールドからしか入手できないのだ。この辺も新しいのだ。おう、なんかかっこいいのがあるのだ。デモ版でもチタンは見えてたけど入手はできなかったから楽しみなのだ。これ作ってみたかったやつなのだ。武器系も増えてるのだ。弾薬も増えているし、ここは全部新しいやつなのだ。弾薬を使わないってなかなか便利そうなのだ。なんだかわからないけどすごそうなものがたくさんあるのだ。ワクワクなのだ。アークキャノン、アークの名前を冠しているから絶対最終兵器なのだ。一番右は変わらず。そしてハンドドリルを解放したよ。それにしてもなかなかキラキラが出ないのだ。そういうシード地なのだ。作りたいものたくさんあったから異物をたくさん見つけたいのだ。
石窯が完成したのだ。石窯は木材を燃料にするので、最初の方だけお世話になろうかなと考えているのだ。デモ版では終盤木材が枯渇して大変な目にあったのだ。とりあえず製造ラインからごちゃ混ぜスープを選んでおくよ。最低限だけ作ってもらうのだ。リンゴは上位の料理で使いたいから一応外しておくよ。ごちゃ混ぜスープは材料に何を使っても満腹度以外のバフがつかないのだ。せっかくスープを作っても生食材を食べられたらもったいないから少し備蓄ゾーンをいじっておくのだ。あまり意味ないかもしれないけど試してみるのだ。テクノロジーポイントがたまったのだ。この機能が欲しかったのだ。これでめちゃくちゃ便利になるのだ。ありがとうなのだ。さて、どれにするか迷うのだ。ご飯のアップでは早めにしたいし、防御力アップのために石も解放したい。迷っていたらなんと作物が育つまでの日数を確認できることに気がついたのだ。かなりいろんなところが便利になってて嬉しいのだ。結局新しいご飯を解放したよ。新しく解放したかまどは燃料に炭を使うからこの辺の石炭が取れたら設置するよ。嵐の接近のお知らせが届いたのだ。ここから丸1日経つと嵐が来るので急いで旅の準備をするのだ。ひとまず防御と攻撃設備を作る指示を出したよ。作物は収穫後さらに植えないようにこうやって看板を白くしておくよ。ちなみにこのタイミングで弾薬が作られていないことに気がついてなんでだろうなと思っているよ。なんと使い魔の製造の優先度を上げていなかったのだ。今から大急ぎで作って間に合わせてほしいのだ。チュートリアルが溜まってきたので見てみるのだ。攻撃設備は使い魔の手も使わず完全にオートだけど手動操作もできるよってこと。そして手動操作の機器は弾薬を使わない。そうだったのか知らなかったのだ。こっちは弾薬多めに用意しておこうねってこと。ワールドマップで次の行き先を決めて早く移動しようねってこと。コアが壊されたらゲームオーバーだよってことと敵を倒したらソウルがもらえるよってチュートリアルだったのだ。弾薬ができたので兵器の近くに弾薬置き場を作っておくよ。なるべく補給をスムーズにしたいのだ。途中でテクノロジーポイントがたまったので石の構造物を解放したのだ。ついに嵐が来たのだ。使い魔たちが持ち物を落とさないように全員が拠点に乗り込むのを待ってから次の行き先を決めるのだ。基本的に滞在期間が長いところに行きたいのだ。ということで下の2つから選ぶよ。調べたらこういう感じだったので虫より人が欲しいけどまだ食料も欲しいし人はさらに次で手に入れようと思ってこういうルートで行こうかなと思ったのだ。ということで下を選んで出発なのだ。後ろの背景がかっこいいのだ。ということで第1レーブ一番前のバリスタを操作していくよ。敵が見えたのだ。ここからは早送りなのだ。ま
まず僕が攻撃を外して他のバリスタが頑張ってくれるのだ。でも結構命中率いい方なのだ。そんな感じで特に危なげもなく第1ウェーブ終了。ここでチュートリアル。修理ができるけど素材が必要。の素材の必要数って今まで確認できたっけ？もう一つは置き換え建築について。お部屋を置き換え建築しようとするとなんか変になっちゃってたけど、ちゃんと同じサイズじゃないとできないよって書いてくれているのだ。お勉強も終わったので第2ウェーブ。外したけど後ろのやつに当たったのでよし。今回も危なげなく終了。使い魔が生成できるようになったけど、そのまま第3ウェーブ。一番前のバリスタが弾不足なので後ろのバリスタを操作していくよ。手動だと弾は使わないってどういう意味だったのだ？相変わらず後ろに当たったり外したりしていたら到着してしまったのだ。もっとたくさんやっつけたかったのだ。敵を倒せば倒すほどたくさんのソウルが手に入るから今後の旅が有利になるのだ。もっと武器を多めに用意しておけばよかったのだ。この反省点を生かせるように新しい土地でも頑張るのだ。ということで長くなってしまったのでここまでにするのだ。ご視聴ありがとうございましたなのだ。See you なのだ。